朝鮮戦争の勃発によりアメリカはヨーロッパでソ連に対抗するための防衛力強化を目指すようになっていきました。その方法として考えられたのが西ドイツの再軍備でしたが、まだ第二次世界大戦の記憶が新しい中、かつてのドイツ軍を復活させることはヨーロッパの人々からの反発が予想されます。こうしてアメリカは西ドイツの再軍備について話し合うため、イギリス、フランスの外務大臣をニューヨークに招き、会議を実施することを提案します。問題は西ドイツの再軍備をどのようにして西ヨーロッパ諸国に受け入れさせるのかという点でしたが、アメリカが交渉のカードとしたのが西ヨーロッパにおけるアメリカ軍の増強でした。アメリカは西ヨーロッパ防衛のため兵力を送る用意がある。しかしそれと引き換えに西ドイツ軍を創設してほしいと要求したのです。このアメリカの提案に対してイギリスとフランスはそれぞれ別の対応を取りました。イギリスはアメリカの支援は必要不可欠であると考えてやむなく同意しましたが、フランスは歴史上何度もドイツに攻め込まれた経験を持っているため受け入れることができなかったのです。対応を迫られたフランスは西ドイツの再軍備問題について独自の対抗案を出すことで乗り切ろうとしていきます。フランスが注目したのは欧州石炭鉄鋼共同体、通称 ECSC でした。これは石炭と鉄鋼を共同で管理しようという発想のもと進められていたヨーロッパ経済統合の動きであり、これと同様にヨーロッパの防衛も共同で実施しようとフランスは提案したのです。これは西ドイツを再軍備してもその指揮権は新たに創設される防衛共同体が握るという考えだったため、もし西ドイツがフランスに攻め込もうとしても指揮権を持たないためそれはできないという考えでした。当時のフランスの首相の名前を取ってプレバンプランと呼ばれるようになったこの案はアメリカとイギリスの賛成を得ます。こうしてヨーロッパは防衛の共同体を作ろうという考えのもと、欧州防衛共同体という国際機関の設立に向けて動いていくことになります。これは英語表記の頭文字を取って EDC と略されることになりました。しかし経済の統合を謳うシューマンプランとは異なり、軍事の統合を謳うプレバンプランは西ドイツの人々に歓迎されませんでした。なぜならプレバンプランは西ドイツの軍事力が西ドイツ以外のために利用される可能性があったからです。当時占領されていた西ドイツは早く独立したいと望んでいましたが、それと同時に西ドイツの軍事力は西ドイツのために使うべきだとも考えていました。よって当時西ドイツの首相を務めていたアデナウアーは、再軍備を先に進めるのはダメだ、独立と再軍備はセットだと主張してプレバンプランに反対。これを受けて西側諸国は西ドイツの再軍備よりも西ドイツの独立を先に進めていくことにしました。こうして交渉が進んでいくと、独立と再軍備がセットで達成できると判断した西ドイツも態度を軟化させ、防衛共同体構想に同意するようになっていったのです。そんな中、パリで条約が結ばれて欧州石炭鉄鋼共同体が発足。ヨーロッパの人々は次は防衛分野の統合だと考えるようになり、欧州防衛共同体条約の調印に注目が集まっていきます。西側諸国が経済だけでなく軍事の統合を進めていくと、当然ですがスターリンは危機感を募らせていきます。なんとかして西ヨーロッパにおける軍事の統合を阻止しなければならないと考えたのです。よってスターリンはアメリカ、イギリス、フランスに向けてスターリンノートを送付します。その内容は、第二次世界大戦の終結からすでに約7年が経過した。しかし依然としてドイツとの平和条約が締結されていない。この状態を改善するため、ドイツを再統一して平和条約を締結しよう。統一ドイツは東西どちらの同盟にも参加しない中立国としようという提案でした。しかしこのスターリンの提案は西側諸国に相手にされませんでした。よってソ連はドイツの分断を前提として東ドイツの軍事化と社会主義化を一層進めるようになっていったのです。しかし東ドイツにおいて急速な社会主義化が始まると、東ドイツから西ドイツへの逃亡者がどんどん増えていきます。すでに西ドイツは東ドイツから流入してきた人々を不法移民ではなく政治的難民とみなし、積極的に受け入れ支援することにしていました。こうして亡命者の数はどんどん増えていき、東ドイツ政府はソ連軍と協力して国境の監視を強化していきます。
それでも逃亡者の流れは止まらず、この人々の移動は東ドイツ政府にとって大きな問題となっていったのです。そんな中、世界の情勢を大きく変える出来事が起こります。スターリンが死亡したのです。晩年のスターリンは自分の周囲にスパイがいるのではないかと考えて疑心暗鬼になっており、主治医や自身の側近などを信じることができなくなっていました。よって周囲の人々はスターリンの怒りを買わないようにあらゆることに気を使っていたのですが、ある日スターリンが自分の部屋に入ったきり出てこなくなってしまいました。身の回りの世話をしていた職員たちはパニック状態に陥りましたが、スターリンの指示なく勝手に部屋に入ることは禁止されていたため、もし部屋に入ったら後でどのような目に遭うかわからないと感じた人々は怖くて中に入れません。しかしあまりにも部屋から出てこないため、職員の一人が意を決して部屋に入ると、なんとスターリンが脳一血で床に倒れてから何時間も放置されていたことが判明したのです。その後スターリンの容体は悪化してそのまま死亡。独裁者の最後としてはあっけないものでしたが、こうしてソ連ではスターリンの時代が終わりました。同時期にアメリカでは大統領選挙が行われていました。反共産主義ムードの高まりの中、野党はトルーマン政権に対する批判を続けており、とうとうトルーマン大統領は次の大統領への立候補を辞退します。代わりに民主党からはスティーブンソンが出馬することになりましたが、その対抗馬となった共和党候補は第二次世界大戦の英雄アイゼンハワーでした。マッカーシーの暴露演説から始まった反共産主義ムードの高まりは大統領選挙において民主党政権側に大きく不利に働きます。そして実際に行われた大統領選挙では共和党のアイゼンハワーが当選。こうしてアメリカのトルーマンとソ連のスターリンが退場し、冷戦は新しい展開を迎えていくことになったのです。